折り紙で簡単に作れるいちごの課題ですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。今回は折り紙を使用しますが、好みのサイズの正方形の紙で作ってみてください。まずはこの折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切ったらこのうちの1枚を使います。まずはこの折り紙を半分に折ります。半分に折ったらさらに半分に折ります。これを先ほどの黄緑色の折り紙でも同じように折ってください。黄緑色の方でも同じように折ったら、こちらの赤い紙に下書きを書きます。下書きを角の部分の先端のところから少しカーブを描きながら、右の方の辺の3分の1あたりのところまで書いていきます。はい、このような感じで下書きを書きました。開くとこんな感じで書いています。でこれをもう一度畳んで、あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切ったらこれを開きます。開くとこのような感じのものが出来上がります。次に楕円の頂点のところから真ん中に向けた3分の2程度を、ここですね。この3分の2程度をハサミで切ります。切れ込みを入れます。このような感じのものを作ります。次にこれを表に返して、上の切れ込みを入れていない下の方ですね。ここにいちごの種を描いていきます。こんな感じで描きました。黒いペンが乾いたら、今度は定規を使って先端のこの斜めの部分をカールさせます。これはお好みでやってもやらなくても大丈夫です。このカーブしている部分に定規を当てて、そして親指で持ちます。あとは折り紙の方を奥に向けて引っ張ると、このように定規を当てた部分が少しカールします。これを右の方ですね。右の方も同じように定規を当てて親指で持って奥に引っ張る。そうするとこのように、斜めの部分がカールします。次に上の部分を貼り付けます。切れ込みを入れたところをこのように重ねまして、だいたい2センチか 1.5 センチ程度だと思います。重ねると1箇所が出っ張ってきますので、この出っ張りの具合を見ながら決めてください。ある程度形を決めましたら、この裏の方に切れ込みを入れた辺の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら先ほど決めた重ね幅に合わせて、そして貼り付けます。貼り付けるとこのような感じの見た目になります。ここまでできましたら、今度はヘタの部分を作っていきます。この黄緑色の折り紙、今持っているところが中心になります。この状態でまた三角に半分に折ります。次にこれに下書きを描いていきます。まずは向きを変えて、おおよそ真ん中から少し上あたりから描き始めます。トゲを3つ描くようなイメージでいいと思います。このような感じで描きました。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これを1回開きます。1回開いたら、上の辺でも左の辺でもどちらでもいいので、中心の角の部分から緩い弧を描くように、このようにハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。で、これを開きます。するとこんな感じのものが出来上がります。これはですね、2枚出来上がります。作ったヘタの部分、真ん中のところが谷折りなので、これを山折りに変えて、そしてまた定規を使って、今度は左右の部分を斜め下に向けて、こう持ちまして、そして紙を奥の方に持ってって動かして、カールさせます。これを反対の方も同じようにカールさせてください。こんな感じですね。あとはイチゴに貼り付けるのですが、イチゴの最後貼り付けた部分、ここをのりしろ用におおよそ5ミリ程度裏の方に折ります。はい、このような感じで裏の方に折りました。今折ったところよりも少し下あたりにボンドを塗ります。
次にヘタの方を上に貼り付けて、これでイチゴの方が完成しました。次に葉っぱの方を作っていきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。次にこれをまた三角に半分に折ります。折ったらこれに下書きを書いていきます。いちごの葉っぱは丸みのある形になりますので、一回大雑把に形を書いていただいて、そこから葉っぱ特有の、少し尖るような、先端は丸いんですが、そういう形のものを書いてみてください。最初に書いた枠の中にこのように模様のような感じで書きました。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りました。あとはこれを広げます。そうすると葉っぱが4枚出来上がります。折り紙の方が山折り谷折りになってますんで、これをすべて山折りに直します。山折りに直したらこれを重ねます。重ねたら半分に折って、半分にしたら先端の部分が上に来るように持ちまして、そして斜めにギザギザに折ります。軽く折り筋をつけるような感じで大丈夫です。でこれを開きますと、このような感じの葉っぱが出来上がります。あとは作ったものを貼り付けます。貼り付け方につきましてはお好みで大丈夫ですが、今回はですね、葉っぱにボンドを塗って、で、もう一枚を斜めに貼ります。で、別の一枚にも貼るので、ボンドを塗って、そしてまた貼ります。このような感じで、葉っぱの方は接着しました。次にイチゴの方ですね、裏返して、ヘタの部分とイチゴのこの折り返したところ、ここにボンドを塗ります。あとはお好みの位置に貼ってみてください。こんな感じですね。お好みの位置に貼り付けましたら、これで完成になります。いちごの方を複数作る際は、一つの工夫として、ヘタに使用する折り紙の色と葉っぱに使用する折り紙の色、これを変えることによって、ヘタの方がしっかりと目立ちますんで、これはおすすめかなと。さらに、いちごの大きさも、変えることによってバリエーションが増えるんで、より賑やかになるかなと思います。では今回はですね、折り紙で作る簡単に作れるいちごの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。